今回は簡単、きれい、年中使えるこの球体ピアスを作ります。最初に T ピンを用意します。ピンの長さは皆さんの好みでいいと思います。私は100円ショップで購入したこの 4.5 センチの T ピンを使いました。平やっとこで先端から約8ミリのところをつかみます。もう1本の平やっとこを使い、先端を直角に折り曲げます。しっかりと折り曲げます。なるべく先端部分をつかみ、丸やっとこで下に力を加えながらピンを丸めていきます。丸カンを通す部分ができました。UV レジン液を温めるため、一度パレットに出します。冬場はレジン液の粘度が高いです。スムーズにモールドに流し入れるため、エンボスヒーターで温め、レジン液をサラサラの状態にします。温め始め、エンボスヒーターの口を一旦パレットから外して風を出します。エンボスヒーターの中に入っていたかもしれないホコリをパレットに入れないためです。カーテン越しでも太陽光で少しずつレジン液が固まるので、それを防ぐためにアルミホイルを覆った箱で蓋をしておきます。モールドの中にホコリがないか確認します。ホコリがあった時はセロハンテープの粘着面を下にして、先の丸いもので中をぐりぐり回し、ホコリを取り除きます。モールドを傷つけることがあるので、先の鋭いものではぐりぐりしないでくださいね。モールド裏のホコリが紛らわしい時があるので、裏についているホコリも取り除いておきます。揮発性が高い水分を使い、モールドの上の静電気を除去しています。レジンを入れる直前に、もう一度、モールドやレジン液の中のホコリをチェックします。球体の場合は中に入ったゴミや気泡が拡大されてしまうので、できるだけ気をつけます。レジン液の場合は下に白い紙を置くと、ホコリの有無がわかりやすいです。スティックにもホコリがついていないか確かめます。直接レジン液を落とすと気泡ができやすいので、レジン液をモールドに入れるときは、スティックに液を滑らせながらゆっくりと入れていきます。ある程度レジン液を伝え入れたら、あとは満杯になるまで少しずつ調整しながら入れていきます。こぼれちゃった分ももったいないので一緒に入れていきます。液がこぼれたところにホコリがあった時は、取り除いてから入れるか入れるのを諦めてね。ちょっとぷっくりまでレジン液を入れました。UV ランプでしっかり硬化します。レジン液は硬化した後収縮するので、真ん中が少しへこんでいます。真ん中の部分に少量のレジン液を足します。少量のレジン液をモールドの穴いっぱいに広げます。おーっと危ない。今、モールドに空気が入ったのが分かったでしょうか？もう一度見てみましょう。モールドの穴の縁部分に空気が入っていっています。持ち上げた時、モールドがよれてしまったことが原因です。空気の通り道ができると、そこからレジン液が流れ込み、球体の形が崩れてしまいます。今回はレジン液が流れ込まず大丈夫でしたが、モールドは持ち上げずにそのままレジン液を入れるか、板の上にモールドを置いて、板ごと持ち上げるようにしましょう。T ピンにレジン液をつけ、モールドの穴の真ん中にまっすぐ立てたまま硬化します。取り出すときは取れるかもしれない T ピンの方を持たないようにします。下から押し出して取り出してください。このダイソーのモールドはレジン用クリーナーを垂らさなくても簡単に外すことができます。T ピンについた余分なレジン液は爪でこすれば簡単に剥がすことができます。硬化しきっていないうちにピンから手を離したせいで、ピンが倒れ、表面のレジンがデコボコしてしまいました。硬化するまできちんとピンを支えていたら、デコボコしていないはずなので、ここでの研磨作業は必要ありません。T ピンの補強作業の工程に移ってください。レジンの粉塵もあまり体に良くはないらしいので、粉塵はテープで取り除き、ゴミ箱に捨てます。ヤスリについた粉塵も気持ち
取っておきます。シリコンモールドはホコリがつきやすいので、使用後なるべくすぐに片付けます。太めのテープなどを使い、ホコリがつかない対策をしておきます。テープの端っこを折り曲げておくと、外すのが簡単になるので、繰り返し使用におすすめです。練り消しゴムに球体を固定して、T ピンの接続部分の補強を行います。少量のレジン液をのせて、モールドの穴の丸い形部分まで広げます。丸い線の部分までレジン液を広げました。私は研磨したので丸い部分がくっきりと残っていますが、研磨する前でもある程度丸い線はわかります。丸い線までレジンを広げ、綺麗な球体っぽくなったら硬化します。硬化しました。線が少し気になりますが、綺麗な球体ができました。線の部分はコーティングでほぼ消えますが、気になるようならコーティング前に少し研磨しておいてもいいと思います。コーティング前に粉塵をきれいに取り除いておきます。洗濯バサミに挟んでおくと両手が使えるようになります。コーティング前にホコリがついていないかチェックします。コーティング用のレジン液でコーティングをします。最近では100円ショップにもコーティング用のレジン液があるみたいですね。人気があるのか、残念ながら未だに店頭で見かけません。普通のレジン液でコーティングしても良いと思いますが、コーティング用のレジン液の方が薄付きなので、球体の形を損ないにくいです。そして、液を弾くことも少ない気がします。全体に塗った後、コーティング液が少し多いなと感じました。筆の液をまず瓶でしごいた後、球体の余っている液を筆で取り除いていきます。液が多いと垂れるので、球体の形が崩れてしまいます。液を弾いているところを見つけたら取りすぎなので少し付け足します。ここ、弾いているの分かりますか？なかなか弾いてるところは見つけにくいので、しっかり確認します。最悪、少しくらい弾いたところが硬化後に見つかっても遠目にはわからないので安心してください。硬化前の最終確認で後ろに白い紙を持ってくるとホコリを見つけやすいです。薄付きなのであまり垂れることはないのですが、一応回しながら硬化します。硬化が終わりました。綺麗な球体の出来上がりです。レジン用着色剤やラメなどを使ってお好みのピアスをいろいろと作ってみてね。T ピンを丸める道具がないという方はすっきりとした見た目ではなくなってしまいますが、針なしヒートンキャップを使うこともできます。ヒートンキャップを接着し、両方とも丸くなっているQピンを買えば自分で丸めなくても良いです。色を変えるだけでも簡単に自分好みにアレンジできるので、皆さんにも楽しんでほしいです。最後までご視聴どうもありがとうございました。